オファイヤーマリオ。ハテナの描かれたボックスを見つけ次第頭突きしているとたまに出る花、それを食べると炎で敵に攻撃しまくることができる。もちろん俺もなりてえ。私めのたどり着いた答えはこうです。現実世界であれに似ているものといえば花火。ただポイッとその辺に投げたものがここまで爆発したらどうする。俺も君もママミヤなこと間違いなしだろ。じゃああれ何なんだと。爆発しない花火。花火から火薬を抜いたらどうなる。熱々の鉄の塊。怖っ。ということでとりあえず鉄を熱々にしてぶん投げてみたいと思います。専門家に見守られながら安全に行われております。絶対に真似をしないでください。まあ市販のものじゃ絶対鉄溶かせないですけども。レッツオファイヤーマリオ。さあまずは鉄をドロッドロにする灯油噛んで溶回路を作っていきます。ちなみに鉄を扱う会社に聞いてみたんだけど、どうやって作るんだそんなのと逆に聞かれました。いやわかんないから聞いたんですけどね。鉄いーファイヤー。ほっ2時間が経過いたしました。うわすごっ、めっちゃ真っ赤。もう中もうなんか真っ白で何も見えない。ペン。うわーいきます。3、2、1。そのまんまかーい。いやそのまんま出てくんのかーい。おい色が変わって出てきただけじゃねえか。うわうわ気持ち悪い。なんだこれめっちゃ気持ち悪い。めっちゃキモいのできてる。これ何これ気持ち悪い。キモ。おいマジ砂場。オープン。うわーめっちゃ真っ赤。これ溶けてんじゃない。失礼します。カチカチですね。うわ融点が300度低い鉄中鉄。うわペン。いきます。3、2、1。
ただただ嫌がらせのことがコップにくっつけ取れなくなりました。あれでもこれなんか周りだけなのか。おすごいやつ。それは何をやっても手伝った。何をどうあがこうがドロドロになる未来が見えないくらいケチケチのまんまだった。説明しよう。アルミと酸化鉄を混ぜて着火すると爆発的な反応を起こし、その温度は3000度まで達する。つまりはこれを大量にやれば絶対ドロドロになるのではないか。それを瞬時にも敵に投げつけるという、どっちが悪役だかもう分かんないことをすればファイヤーマリオに俺もなれるのではないかと隠していた秘策が。あ、ごめん、全然引火しなかった。失礼します。うわー、すげえすげえ、まぶしいまぶしい。どうなってんのこれ。うわっ、あれやべやべ、ハサミくっついちゃったこれ。硬すぎたー。俺の最終奥義や。これでもダメなの。失礼します。お邪魔します。恐れ入ります。オッケー。うわーうわーうわー、かっこいい。何これ、こんなのもう、うわうわうわここでこれまでのバーナーを比べてみよう。これが普通のバーナー、そしてこれが第1回で使ってたバーナー、2号機のバーナー、酸素バーナーです。
いやもう本能でわかる。もうこれ片手に持ってる笑顔のやつに近づいちゃダメ。じゃあ行きまーす。失礼しまーす。そろそろいいんじゃない？ちょっと見てみようか。うわ、グツグツいってる。いきます。うわー、うわ、すげえ。やったー、やったー。うわ、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 うわーやったー。うわ、ついにやった。よかったマジで。うわっ、うわー、すげえ。ドロドロだ、ドロドロ。すごっ、鉄だよ。どんどんでっかくなる。うわ、どんどんでっかくなっていく。これあ、固まってきた。あー、よかった。あー、よかった。できた。遠かった。遠い道のりだったわ。キモ。1ヶ月かかりました。いやー、嬉しすぎる。間違いなく今までで一番苦戦した。いや、もうあとはね、これをぶちまけてやろうと思います。いや、そろそろいいんじゃないのこれ。オープン。うわー、すげー。失礼します。うわー、きれい。めっちゃきれい。失礼しますよ。じゃあ行きます。あ、固まっちゃった。あ、固まっちゃった。うわ、うわー、うわ、うわー、うわ、うわー1ヶ月半頑張った甲斐があったぞ。いやまさかね1ヶ月半かかるとは思ってなかったから。すごすぎた。すごすぎない？ちょっと待って、これ打てるかなこれを。お兄ちゃん助けてくれ。ファイ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 。とんでもないことになってる。お願いします。
そこにちょっとかけて、ここにいきます。これを思いっきり投げてくれ。大丈夫だ、安心してくれ。焦ったー。うわーうわーすげえ